こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回はジオラマを完成に向けて細かいところを進めていきたいと思います。そもそもジオラマが完成するというのはどういう状態なのか、人によって解釈が分かれるところだと思いますが、簡単に言いますと、自分の設定した与えられたスペースを全て埋め尽くして、あとは自分の計画していたところ全てやり尽くせば完成ということにしたいと思います。それで埋め尽くすということなんですが、鉄道模型レイアウトの場合、この線路の外側の一番隅っこ、ここをどのように処理するのかというのがいつも頭を悩ませるところとなります。特殊な形でレイアウトを作るということを除きますと、通常は長方形になりやすいので、このレイアウトも同様なんですが、隅っこは4箇所あるということになります。このレイアウトでは1箇所が山、もう1箇所は川にしておりまして、これが左サイドになるんですが、反対の右サイドの方はこのような草原と樹木ということにしております。この辺り当初の予定としては、山を作ってトンネルを通そうかなどと考えておりましたが、やってる途中にターンテーブルと線形機関庫を入れたくなってしまいまして、これらを入れるとなりますと、この距離というのはもう固定化されてしまっているので、絶対にその面積が必要になります。なので押し出されたような形で、この辺りは面積があまり確保できず、草原プラスせいぜい木を植える程度しかできない形となりまして、それに対して手前側は割と面積がありますので、道のようなものをつけて、右側はリンゴ畑ということにしております。ですが、ここがリンゴ畑だというふうにはパッと見た感じ見えないので、どうするかと言いますと、フィギュアをつけることで多少は人為的なものであるということが認識できるようになるということです。ここにはリンゴを運ぶおじさんと休憩するおばあさんとおじいさん3体のフィギュアを設置しました。そうしますと、くまなくこういうところを観察する人がいたとして、ここはなんか畑のようなところなんだなという認識が持てるということでございます。変わりまして、レイアウト中央部の手前、この辺りなんですけれども、こちらも隅っこと同じように芝生を巻きまして、その上から紫のパウダー類を追加しまして、ラベンダー畑ということにしております。利用したのは加藤の花という商品で、これは赤、黄色、白、ラベンダーと4種類の色が入ってるんですが、赤と黄色はもみじを作る時に使ってしまったので、白と紫が余って、それをちょっともったいないなと思ったので、こんな形にしたということなんですが、そもそもなぜこういう風なのっぺらな感じにしているのかと言いますと、N ゲージ車両をレールに乗せたり片付けたりするときに、それなりのスペースがあった方がやりやすいということで、このようにしているということでございます。あと、ところどころレイアウトの端に当たる部分がまだ完全には埋め尽くされていませんので、本当の隅っこに当たる部分もこんな感じで緑色のパウダー類を用いまして仕上げております。続きまして、線路際に電柱を立てていきます。ちょっと日本の風習ではこんな感じに突き刺したまま放置するのは縁起が悪そうなんですが、これ一旦外してから目線も外してしまいますと、どこに穴開けたのか分かんなくなっちゃうんで、ちょっとご容赦いただきたいんですが、とりあえずはゴム系接着剤を少々塗って電柱を突き立てていきます。この時穴が大きすぎてちょっとグラグラしてしまうような場合は、接着剤が固まるまでこんな風に固定しておきます。それでこのレイアウトは非電化路線なので、こちらの電柱は通信用の電線ということになりますが、これを等間隔で配置していきます。配置する長さの基準は15センチで、ちょうどスマホ1個分になります。これを線路沿い、ちょっと奥の方は目立ちませんけども、対岸の方も設置しました。変わりまして、今度は踏切をやっていきます。
左が構内踏切、右の方は機関区に続く踏切となりまして、もう一つはこちらダムの手前、遊歩道に続く通路への踏切となります。ここには遮断機も警報機もない第4種踏切ということで、こんな風な標識だけを立てる予定でしたが、家の中をくまなく探索いたしますと、出どころ不明な踏切セットを発見しましたので、これをちょっと加工して利用してみたいと思います。まず警報機と遮断機を分けまして、こちらの警報機はもう使わないですが、遮断機の方はこんな風に長さを測りまして、その後カット。ちょっとしましまの間隔が短いのと色合いが気に入らないので塗り替えることにしまして、使う色はオレンジ色としました。これを薄め液と一緒にエアブラシに入れまして、あとは塗装していくわけなんですが、この黄色の上に黄色を乗せるのはいいとして、黒いところはなかなか下地のパワーが強くて、黄色を乗せるのに10回ぐらい分けて乾かしては塗りの繰り返しで、なんとか黒が隠れるようになったというところです。その後はマスキングをして、ここは手塗りで黒く塗りまして、マスキングを剥がしたのがこんな感じとなります。では塗り終わった遮断機を設置していきます。こちらは駅の構内踏切ということなので、遮断機のみで警報機は取り付けておりません。右の方が一般的な第一種踏切になりまして、今やってる左の方は構内踏切。こういう形は全国的によくある形だと思いますが、それに対してこちら側の踏切は、これも構内踏切と同じように遮断機だけしかないんですが、こんな感じで遮断機か警報機かどちらかしかつかないタイプを第三種踏切と言いますが、昔は田舎に行くとよく見かけましたが、最近はちょっと危険なため第一種踏切に切り替えられて、近年ではあまり目にすることがなくなった印象です。続いては踏切用の信号となりまして、こちらが特殊信号発光器と呼ばれる信号です。これは踏切に何らかの異常があった場合、こんな感じに回転しながら点滅しまして、運転士に停止を指示する信号機となります。こちらは踏切の直前に設置されるケースが多いんですが、もう一個踏切動作反応灯というのがありまして、これはちょっと距離が離れた手前につけられまして、踏切の遮断機が正常に作動している場合、こちらがこのように点灯しまして、踏切が開放されている状態ではこれがつかないということでございます。それでこれらの信号そのものは見たことあるんですが、作動しているところは見たことがないので、一度見てみたいという気もしないでもないんですが、ただこれらが反応するということは、見てるそばでなんかやばい事案が発生しそうなわけで、YouTuber 的にはちょっと撮影なんかしてしまいそうなんですが、そのあたりちょっと微妙と言いますか、人としてどうかと思う次第です。あと踏切に関係するものとしては、こちらセンサーとなります。このセンサーはいわゆるこんな感じにまっすぐに感知するんではなくて、斜めにそのセンサーを遮って列車が通過して感知しなくなりましてからしばらくしますと、この遮断機が上がるような仕組みとなっているようです。変わりましてフィギュアをつけていきたいと思います。こちらは遊歩道になっておりまして、散歩している人を表現している感じなんですが、このフィギュアは割と重要と言いますか、雰囲気が一気にガラッと変わったりしますので、例えば自分の作ったレイアウトが下手くそだなと、物寂しいなとか、そんな風に思いましても、フィギュアをつけることによって一気に印象が変わったりすることもあります。ですので、その作ってる途中に決定的にこれはダメだなとか、思う場合もありますが、そうでなくて微妙になんかちょっと違うんじゃないかとか、そういう場合は一度フィギュアを何体か取り付けてみて、それから考え直すというのをお勧めしたいと思います。今回は普通に接着剤で
取り付けておりますが、仮止め用として両面テープとか、あるいは今はターキーワックスとかも出ておりますので、そちらを利用するといいかと思います。あと設置するにあたって、少しの物語といいますか、例えばこちらですと鉄道の作業詰め所の前で作業員同士のミーティング打ち合わせが行われているという設定で設置していきます。利用したフィギュアは津川陽光の鉄道作業員打ち合わせ4体入り。設置してみてちょっと4体では少ないなという印象なので、ちょっと追加しようなどと思ってたんですが、探してもこの作業員系のフィギュアは今品薄状態のようで、今後いいのがあればまた追加していきたいと思います。あとは川の方に移動しまして、こちらは釣り人となります。利用しているのは加藤のフィギュアのシリーズで釣り人というのがありますので、それが6体入ってるんですかね。6体すべてを点々と設置しました。それから変わりまして、こちらは山菜採りに来た老夫婦に孫娘がついてきているような、そういう物語性を持たせて取り付けております。こちらは釣り人の残りになります。続きまして駅前の様子です。平日の昼間なんか、特に地方のローカル駅に行きますと全然人がいない印象ですが、 N ゲージレイアウトではそれなりに人間を配置した方が、それらしく見えやすいということだけは伝えておきたいと思います。変わりまして山の上の方ですね、神社の参道からフィギュアを点々と配置していきます。神社の境内に入りますと、ちょっとアクセントとして塊を設置。こちらは小学校の遠足のようなイメージですかね。 7,8 人の生徒と先生が2人引率しているような感じとしております。ここの本殿は写真撮影中で、神主さんと巫女さんが写真を撮っているようなイメージとしております。反対側の拝殿左の方に行きますと、人影がまばらという感じなんですが、全体の印象としては人気のある参拝客の多い神社だなというふうに感じられたかと思います。それは多少目の錯覚もありまして、こちらの右サイド、この小学生と先生の塊を除きますと、左側の合計人数は5人だったんですが、こちらも同じ人数の5名となります。それでこの集団を他のフィギュアから若干離して集中的に設置することによって、人がたくさんいるような印象を与えることができるかと思います。では最後にラインテープを道路に貼っていきます。こちらは踏切手前の停止線ということになりますが、こちらは幅 3mm の紙製の白いテープになりまして、利用している素材としましてはタムタムというホビーショップがありますが、そちらで販売されている商品となります。停止線は幅 3mm なんですが、駐車場のその境界線として使っているのは幅が 1mm のものに変わりまして、これを貼っていきます。自動車が1台ありまして、これがライトアップしている関係で線がつながっておりまして、ちょっと作業がしづらくて、なおかつ見にくいかと思いますが、車の奥側を貼り終えたので、次は手前に貼っていくわけなんですが、貼り終えますとその距離を測りまして、この次のやつはその同じ間隔で貼っていかなければなかなかうまく見えないので、割とセンスがいると言いますか、なかなか難しい作業となります。やり方はいろいろあるかと思いますが、下準備としまして、この 1mm のラインテープをカッティングマットに、こちらの場合ですと3センチになりますが、貼るときに割とずれたりしますので、その分はずらしてカットしてあげて、長さを正確に合わせるということです。それで現場に持ってきまして、これを等間隔に貼っていきます。この時ね、幅を合わせるのがなかなか難しいと言いますか、下書きとかもできなくはないんですが、
下書きを失敗してしまいますと道路からやり直さないといけないので、難しいと言いますか、慎重にやっていく必要があります。一応参考までに線と線との距離は15ミリということにしておりまして、それでできたのがこんな感じなんですが、よく見るとやっぱりなんかちょっとずれてるような気もするんですが、間にこういう車を置きますと目の錯覚で綺麗にいったような感じとなります。あとこのままではテープが剥がれやすいので、この辺りの保護剤を上からスプレーしまして出来上がりとなりまして、これを持ちましてレイアウトの完成ということにしたいと思います。では全23作となりましたが、だいたい1年ちょっと配信を続けてきましたが、これをもちまして今後手を付け加えることもまだあるかと思いますが、完成ということにしたいと思います。では長らくのご視聴誠にありがとうございました。今後も鉄道模型に関する動画を配信していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。